今回は部屋分けのルールを説明します。パズルを解きたい方は動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明から始めます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動に設定しています。矢印を見てください。マスの上でボタンを押すと黒マスになります。もう一度ボタンを押すと緑色のマスになります。さらにもう一度ボタンを押すと白マスに戻ります。次にルール文を読んで説明します。1、盤面のいくつかのマスを黒く塗りましょう。盤面のいくつかのマスは黒マスになって、いくつかのマスは白マスのまま残ります。2、太線で区切られた四角、部屋と呼びます。に入っている数字は、その部屋に入る黒マスの数を表しています。数字の入っていない部屋にはいくつ黒マスが入るかわかりません。盤面の左上に0の部屋があります。その隣に1の部屋、2の部屋、下に3の部屋があります。それぞれの部屋の数字の数に合わせて黒マスを入れていくことになります。部屋に数字がない場合は、その部屋に黒マスをいくつ入れてもよいし、入れなくても構いません。ルールの3は例題を解きながら説明することにして、ルールの4を読んでいきます。黒マスを縦横に連続させたり、黒マスで盤面を分断したりしてはいけません。黒マスを縦横に連続させてはいけないので、黒マスの上下左右の1マスは必ず白マスになります。黒マス同士を斜めに配置するのはルールを破っていることにはなりません。ただし、黒マスを斜めに配置して盤面を分断してはいけません。また、黒マスで白マスを囲んでもいけません。以上でルールの説明を一旦終わりにして、ここからは例題を解いていきます。左上にある0の部屋を見ていきます。この部屋に入る黒マスは0個になるので、すべて白マスになります。白マスになると確定したマスは緑色にすると分かりやすくなります。隣の1の部屋はどちらのマスが黒マスになるかまだ決めることができません。その隣の2の部屋は3マスしかなく、黒マスは連続させてはいけないので、2つの黒マスを確定させることができます。黒マスを縦横に連続させてはいけないので、黒マスの上下左右のマスを緑色にして白マスに確定します。2つの黒マスの下の1マスを黒マスにすると盤面が分断されてしまいます。分断されないように白マスに確定します。ここで1の部屋をもう一度見てみると、白マスが1つ確定しているので、残りの1マスを黒マスにすることができます。黒マスの隣を白マスにして、盤面が分断されないように白マスにします。次に3の部屋を見ていきます。空いているマスが5マスしかないので、3つの黒マスを入れようとすると、1マスおきに入れていくしか方法はありません。黒マスの隣を白マスに確定していきます。ここで後回しにしたルールの3を読んでみます。白マスを縦または横にまっすぐに3つ以上の部屋にわたって続けさせてはいけません。仮に真ん中にあるこの1マスを白マスにしてみます。このマスの縦列を見ると白マスであると確定したマスが3部屋にわたって続いています。これがルールの3で禁止されていることになります。パズルを解いている途中で手が止まったら、白マスが3部屋にわたって続きそうなところをよく注意して探してみましょう。先ほどのマスを黒マスに確定します。右隣にも似たような場所があるので、白マスが3部屋にわたって続かないように黒マスにします。黒マスの隣を白マスにします。盤面が分断されないように隣のマスを白マスにします。
1の部屋の黒マスが1つ決まったので、残りのマスを白マスにします。ここで下から2列目をよく見ると、また白マスが3部屋にわたって続きそうになっています。そうならないように黒マスを1つ確定させます。隣のマスを白マスにして、盤面が分断されそうなところを白マスにします。最後に盤面の全体を見ていきます。一番左下のマスを黒マスにすると、盤面が大きく分断されてしまいます。なので白マスに確定します。右隣にあるマスも黒マスにすると、盤面が分断されてしまうので、白マスに確定します。最後の1マスは白マスにすると、3部屋にわたって続いてしまうので黒マスにします。すべてのマスを黒マスと白マスに正しく分けることができたので、これで正解になります。それでは最後に5問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。